こんにちは、育休後コンサルタントの山口です。今日はですね、夕食はいつ作るのでしょうかというご質問にお答えしたいと思います。夕食はいつ作るのかっていう質問の意味は、仕事から帰ってきたら、もちろん在宅の場合もあると思うんですけど、なるべくね、食事を作る時間を短くしたいっていうことから出てきてるんだと思います。で、さっきも言いましたけど、在宅の方は結構昼休みに夕食の用意をするだとか、そういった時間が作れるっていう方もいるんですけれども、そうでない場合ですね、子供を保育園から連れて帰ってきて、すぐご飯の支度をして食べさせなきゃいけないって言った時に、子供が機嫌悪かったりすると、そこからね、帰ってきてから作ってると、すぐ食べさせることができなくて、なかなか困ってしまいますよね。で、そういった時のために、みんなはどうしているかっていうと、多くの方はですね、例えば冷凍食品とか、あらかじめ作っておいたものを温めるだけですぐ出して食べさせるという方が多いです。じゃあその用意している時間はいつなの、すぐ食べさせる状態に作っておく時間はいつなのっていうことなんですけれども、これはいろいろあってですね、例えば朝用意するという方もいます。出かける前にね。それから夜ご飯を食べ終わった後に次の日の分を用意するという方もいます。で、私も含めてですね、そういうのが苦手な方もいると思うんですよね。私も夕飯の支度を前もってやっておくっていうのはすごい苦手で、なんかそういう気になれないっていうタイプだったんですよね。で、そういう人はどうすればいいかっていうと、ミールキットのようなすぐ温めるだけで出せるものを用意するとか、それからあの休みの日にですね、日曜日とかにカレーとかを多く作っておいて、週の前半はそれを食べるという人もいますね。それは作り置きのための料理というよりは、日曜日のご飯のために、日曜日のご飯を作るんだけれども、お休みの日のね、それを多めに作っておいて、次の週前半はそれを食べる。後半はなんとか冷凍食品とか、ミールキットとか、レトルト食品とかそういうもので何とかするよみたいな、そういう形の方もいます。で、どれがいいということではないんですけれども、その料理を作るということでストレスを感じることがもったいないので、自分なりの良い方法を考えてほしいと思います。で、一つね、提案したいのは、夫婦の間で料理が得意な人が料理のことを考えたらどうかなと思うんですよね。例えばパパが料理が得意なのであれば、パパがメインで考えると。で、パパがえー料理得意なんだけど平日夜用意するのは難しいということであれば、例えばパパが週末作り置きをしておくとか、そういうこともあるかなと思います。あとね、作り置きっていうのは自分でしてもいいし、したいんだけど自分はちょっと作り置きを休みの日にするだけのエネルギーがないとか、作り置きって意外とそのセンスとか技術が必要ですよね。で、それは作り置きした方がいいとは思うんだけど、そこは難しいという方は、作り置きをやってくれるアウトソーシングもありますので、そういったものを使ってみるのもいいかなと思います。で、料理についてね、私もそうなんですけど、すごく苦手意識があるんですよね。で、本来料理は夫婦どちらもそれほど悩まずにね、作れるような状態にしておいた方がいいんですよ。で、そのためにね、考え方を変える、手をかけることイコール愛情というふうになるべく考えないようにしたらどうでしょうか。で、私すごくいい本を見つけたんですけれども、これをね、ご紹介したいんですけれども、土井善晴さんというね、お料理家の方いますよね。一汁一菜で良いという提案という本があります。これですね、グラフィック社という会社から出てるんですけれども、で、この本のいいところは何かっていうと、料理はね、献立とか考えなくて、一汁一菜でいいっていうんですよ。ご飯と味噌汁だけでいい、基本的には。ね。で、それは味噌汁をあのおおつゆとお汁とおかず兼にするという考え方なんですね。味噌汁の中にいろんなものを入れて、それをもうおつゆ兼をおかずにしてしまうという、そういう
考え方がこの一汁一菜で良いという提案なんですけれども、でこの本はね、料理本とは違って、その料理の、考え方、つまりその普段の料理っていうのは手をかける必要は全然ないよという優しい温かい本なんですよ。料理研究家の人が普通の人に料理を面倒なことと思わなくていいんだよ、パパッと作るっていうので全然いいんだよということを優しく説いてくれている本で、これを読んだらなんか料理がしたくなりました。私料理苦手なのにね。ということで、この本はね、料理というものに対する考え方をすごく柔らかく変化させてくれる本なので、ぜひおすすめなのでね、概要欄に貼っておきますので、読んでいただければと思います。職場復帰してからの料理ね、苦手意識はあるかもしれないんですけれども、あまりそこにストレスを感じないで、夫婦でもよく相談しながら気軽な気持ちでね、気楽な気持ちで、料理を作んなきゃと思って悩むよりは、お食事の時間をいかに楽しく子供と過ごすかというふうな、そちらの方がね、むしろ大事なんじゃないかと思うので、ぜひそういう気持ちでやってみてください。はい、今日はですね、夕食はいつ作るの？夕食についての工夫についてお話をしてみました。また次の動画でお会いしましょう。